こんにちは、普通の人です。前回はうんざりするほど長かったナルトの同居生活を終えた話をしました。天使のような王さんに出会い、ナルが引っ越した後に残されたゴミを片付けて焼却するところまでお話ししました。ゲストハウスのおばさん、王さん、警察の同さんなど多くの方々の助けと応援により、私は裁判の準備に専念することができました。今日は接近禁止保護命令についてお話しします。婚姻費用調停、離婚調停、裁判、すべての法律関係が同じ方法で進行します。なるからの接近を望まない私が法的になるの接近を阻止し、私を保護してくださいと裁判所に要請する手続きでした。私が資料と証拠を整理し、それをもとに弁護士が主張書面っていう形で相手方の代理人と裁判所に送ります。私が保護命令を求める申立人の立場であり、相手方は文字通り申立人である私を基準に相手方になります。なるから避難した1月25日からスピーディーに進行することになりました。弁護士とは各案件ごとに開始費用と成功報酬について契約をします。弁護士は開始費用を受け取り、進行を開始します。テレビドラマのように弁護士があちこち捜査したりすることは実際にはありません。それはほとんどが文章で進行するからです。そして法律は精神的な虐待よりも物理的な暴力を優先します。精神的な虐待は証明が難しいという点でそうだと理解できますが、私のケースは非常に曖昧だと感じました。当時、ナルが私に対して行った暴力が軽微なものだとさえ思いました。今までに公開した解放までの日誌1話から8話までの経験を経てもです。ナルシストは悪であり、無知は罪だということを私は当時過去の自分がされたことを思い出すときに知っていればよかったのにと思います。今振り返ると言いたいことがたくさんありますが、当時私はこのような法的な経験も全くなく、浅はかな知識で、私が証拠として収集したものが全て証拠になると錯覚し、記録したものが大半であることを後になって気づきました。ナルが暴力を振るったにもかかわらず、私が動画のボタンを後から押したり、録音していることを明らかに教えてから録音したり、このようなことは証拠として効力を発揮することが非常に難しいんですよね。一方で、ナルはとても賢かったです。ボタンを押すと嘘の言葉を作り出し、私がそれに巻き込まれ、怒りを表せると、ナルはそれを記録するって感じでした。さらにナルは今までそんなことはなかったと一貫し、裁判所に提出する反対主張書面で厚かましく嘘をつき続けました。それでも一生懸命やってみるしかないですよね。私が無知だったのは私の罪であり、恐ろしいナルシストとの別れのために何か犠牲にすることはどこか当然のことだったかもしれません。接近禁止保護命令を申請する際、暴力行為の有無、警察関連事件の有無は非常に重要でした。私は合計3回警察に通報したことがあります。解放までの日誌には、ナルがプルゴギに炭酸水を入れた件と、3はナルが私の携帯電話を奪った後、私を階段から突き落とそうとした件です。そしてかなり昔のことですが、2020年9月25日に山梨のキャンプ場で警察を呼んだことがあります。雨がたくさん降る日の湖の近くのキャンプ場でした。犬2匹を連れて散歩をさせていたら、水が大好きなラブラドールレトリバーの母の方の犬が湖を見て興奮し、ナルが転んで怪我をするという事態が発生しました。その時、応急処置をしてタープの下で休んでいたのですが、彼があまりにも長々と否定的な言葉を述べたので、なんとか彼の気分をほぐすために、まあまあ、男らしくないなぁ、
と冗談のつもりで笑いながら、持っていた焚き火用のトングで、ナルの帽子のキャップの先っぽを軽く叩きながら話しました。その時からナルは大声を上げて攻撃してきました。私は怖くなって場所を避けました。そしておおよそ1時間が経過した頃、ナルの機嫌が少しでも良くなってるといいなぁと思って、再度キャンプサイトに戻ったら、ナルはますます怒りに満ちていました。ナルが私のほっぺたを叩いたので、私は反撃し、ナルは私を簡易ベッドに押し倒し、私が逃げようとすると、私のズボンを引っ張って脱がせ、私は下半身下着姿と素足で車に乗り込んで逃げました。殺されるかもと思い、キャンプ場の入り口に駐車し、警察に通報しました。キャンプ場の売店の建物の裏に隠れて、息を潜めながら警察を待ちました。警察が来てくれて、警察がナル呼んで、私は別々のパトカーの中で話しました。その時、あなたの夫が暴力を振るいましたかと警察が聞いてきた時、私はもしナルが逮捕されたら、私は一人で荷物を全部片付けなければいけないし、運転に不慣れな私が犬2匹を車に乗せ、家まで運転して帰るのが無理だと思い、いいえ、と答えました。それでも別々に寝た方がいいと勧められ、私は車で寝ることにしました。治った。治ってます。大体とりあえずは転職する。再びこれ同じ形にはならないけど、もう多分今日でおしまいになっちゃうので、そこはね。そして明け方、ナルが車の窓を叩いてきました。家に帰ろう。この日の出来事は実際かなり昔のことで、その後ずっと一緒に暮らしてきたことを考えると、この事件を最初に扱う必要があるのかと疑問を持ちました。要するに接近禁止命令の件では、この事件をはじめ、主にナルの暴力に関する事実を書面にまとめて提出するのが大事だってことでした。次回は接近禁止命令で裁判所に行った話をします。裁判官が女性なので、女性に少し厳しいかもしれません。だから判決を待たずに、和解するのはどうか、という弁護士の言葉により、和解を進めることになります。